モデロチャンネルにようこそ。今回はプラモの空き箱を使用した便利なガンプラ収納方法を紹介します。空き箱ってボックスアートの箱のことよね。そうね、その箱を捨てないでプラモ完成品の収納箱にするということね。なるほど、確かに無駄にならないわね。だけど箱って結構大きくない？なので無駄なスペースが生まれないように空き箱をコンパクトにする方法を説明します。オッケー。まずはこちらの道具を用意します。定規が2つあるわね。状況に応じて使い分けるために2つ用意しました。基本は1つで良いですが 30cm 以上あれば大体の箱に対応できます。また方眼定規なら目印が役立ちます。では早速モデロさんに作業してもらいます。こちらは144分の1のスケール想定です。最初に身箱を用意します。身箱って箱の下のこと？そう、ちょっと聞き慣れないかもね。箱の上はそのまま蓋と呼ぶわ。完成したプラモを身箱に置いて収納箱の幅を決めます。少し余裕を持って 10cm にします。わかりやすい数字ね。この数字は他に意味があるのだけど、それは後で説明するわ。身箱に鉛筆で 10cm の目印をつけます。身箱をひっくり返して反対側にも 10cm の目印をつけます。そして目印に合わせて線を描きます。方眼定規だと平行線がさらに目安になるわね。そうね。反対側にも同様に線を描きます。次にカッターを用意します。先ほど描いた線をカッターで切っていきます。このカッターは大型タイプだけどデザインナイフを使ってもいいの？使えるけど大型の方が厚みのある紙を切りやすいから楽ね。ふむふむ。両サイドに切れ目を入れたら身箱を裏返します。そして身箱の底の両端に同じく 10cm の目印をつけて線を描きます。しっかり両端に目印をつけていたのは線が斜めにならないためかしら？その通り。この線は加工で大切なの。この線にカッターで切れ込みを入れます。切れ込みというと切り離さないってことよね。この切れ込みは厚紙を折り曲げるサポートをしてくれるわ。なるほどね。確かに描いた線に沿って綺麗に折れているわ。これで身箱に 10cm の折り目ができました。次に余分なスペースを処理します。余分なスペースののり付けされた場所を剥がします。剥がす理由ですが、このスペースは使用しないからです。両端を剥がしましょう。剥がしたことで余分なスペースは平らになります。加工しやすそう。身箱の高さを測りましょう。高さは箱によって変わります。8cm ね。折り目をつけた位置から 8cm の目印をつけます。反対側にも同様に目印をつけます。そして定規で2つの目印から線を描きます。これは確かに長い定規が欲しくなるわね。線を描いたらカッターでカットします。動画では1回でカットしていますが、数回に分けてカットするのが安心です。綺麗にカットできたわね。次に両面テープを使います。カットした側面に両面テープを貼っていきます。貼った後にも片面を剥がすのね。そう、今剥がしたのは剥離紙っていうわ。側面に両面テープをクロスになるように貼っていきます。さらに四隅に貼っていきます。かなりしっかり貼るのね。クロスは必要だけど四隅は補助として捉えるといいわ。四隅はちょっと大変だけどクロスだけなら楽ね。そうしたら両面テープを貼った面を折り目に沿って貼ります。ここで一つ注意点があります。両面テープの接着は強力です。位置がずれた状態で貼ってしまうと修正が困難なので慎重に貼りましょう。身箱は出来上がったわね。コンパクトになったね。次に蓋の加工をします。こちらはリアルグレードの蓋ですが、右側の絵を活かします。10cm の幅だとちょうどいいかもね。幅のことだけど、蓋は同じ 10cm にしないの。幅は 10.5cm にします。0.5cm 長い？同じ幅だと蓋がはまりにくいから少し長めにします。なるほどね。幅以外は基本的に身箱と同じ作業を行います。なら蓋は迷わず作業できそうね。何か他に特別なことはないの？一つあるわ。仕上がりを一段アップする加工よ。この折りまで出てきた面の見た目を反対側面の製品デザインに合わせるわ。それはいいわね。使用しない側面をカットします。ふむふむ。カットした裏面に両面テープを貼ります。最後に先ほどの折りまでた面に貼り重ねます。綺麗にできたわね。ちょっと右端がずれちゃったわね。厳しい。
次に武器などの完成品を袋に詰めます。100均で売られているチャック袋を使います。100均で買えるのは嬉しいわね。100均は便利よね。複数の袋に小分けにしていきます。入れすぎると傷つきそうよね。そう、せっかく収納箱を作ったのだから丁寧に収納します。荷箱にペーパータオルを敷きます。使用しなかったデカールやパーツを入れます。未使用品をしっかり管理できるわね。袋に詰めた完成品を入れます。もう一度ペーパータオルを敷いてプラモデル本体の完成品を包みます。最後に蓋を閉じます。これで収納は完了です。お疲れ様。お疲れ様。さて、2つの箱を比べてみましょう。だいたい3分の1くらいの大きさになったわね。そういえば幅 10cm に意味があるって言ってたけど、あれは何？あれはリアルグレードやハイグレードはスケールが同じだから、ある程度余裕のある数字で統一すれば大体の完成品に対応できて箱を重ねられるの。確かに。もちろん同じグレードでもスケール違いはあるから、その場合は箱の幅を変える必要があるわね。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた。